はい、こんにちは。MD ジャックです。はいです。耳の妖精ミミです。はい、今回はたまーにやってるヘッドフォンのレビューです。無垢材を使ったモデルが特徴のシブガのニューモデル B2 Pro です。シブガのヘッドフォンは鳥の名前が多いけど、今回はお堅い感じのモデルメーカー。音質もお堅いのかな？そんなわけないでしょ。あはは、ジョークジョーク。本格的に熱くなる前のレビューでよかったね。それは言える。さすがに真夏だとちょっと厳しいからね。価格は、おお、シブガの中でも最高レベルにお高いのね。なんで？シブガさんはね、金属部品は CNC 精密加工だけど、素材に無垢材を使ったイヤーカップとか、それを成形するのが職人技の手作業だったりとかで、大量生産していないからということが大きいんじゃない？そうだね。最初に送ってもらった SV021 からずっと質の高さに驚かされてるけど、今回も半端ないわ。直近でレビューしたルアンの音質が特に気に入って常用しているよ。P2 Pro は数年前から販売されてる P2 の後継モデルということになるのかな。ああ、これが P2。P2 Pro にそっくりだね。並んでたら間違いそう。どちらもプレイナードライバーモデル。P2 Pro は世界初と謳うサファイア振動板を平面駆動ドライバーに搭載した開放型ヘッドホン。サファイア振動板は広域が得意なだけじゃなく、低域、中域を含めオールレンジで効果があるようだね。周波数レスポンス全体を3から5デシベル上げ、感度を高め、サウンドの安定につながるってことだわ。詳細は上の資料の通りでただものではないね。だからお値段もただものではないのね。なんか納得。外観、特にイヤーパッド部分は SV023 に似てますね。そうだね。側面と顔に当たる部分の素材を変えてるじゃない？ベタつかない装着感が爽快でいいんだわ。汗吸いそうだけどね。それはしょうがない。イヤーパッドは消耗品だし。ケーブルは6円の OCC で SV023 とほぼ同じ感じですね。そう。でも SV023 は左右のジャックが 2.5mm、P2 Pro は 3.5mm で、個人的には 3.5mm の方が汎用性が高い気がして歓迎だね。4.4mm から 3.5mm への短い変換ケーブルもついてるよ。ヘッドバンドを含む金属部品は表面合金酸化処理が施されるんだね。個々の説明は上の資料で確認いただくとして、装着感の総評はどうですか？いつものことながら装着感はとてもいいよ。これだけこだわりを持って作られたものなので、やっぱレベル高いわ。じゃあ微妙な点はないの？1点あるとすれば重さだな。資料に 435g って記載あって、実測でも 430g だったからね。ルアンだと 100g ぐらい軽めの 340g。装着感自体がいいからあんまり気にならないけど、プレイナードライバーの素材の重さが影響しているのかな。今回のサウンドチェックはルアンとの比較ですね。そう。ルアンのレビューの時と同じで、取りっぱなしで左右のレベルを合わせただけの状態ね。カナル型イヤホン兼イヤホンマイクを装着して、その上からヘッドフォンを装着して撮ったものだよ。はい、前回と同じですね。では聞いてみましょう。音量上がります。And I'll throw it right back.
はい、サウンドチェックでした。違いは割とはっきりしていましたね。まあね、開放型のヘッドフォンの開放感を拾うことができないのが残念だけど、ルアンと比較した特性の傾向だけでも分かってもらえればね。そういう意味では違いはよく分かったよ。ルアンの方が中高域以上が明るめだったよね。そうだね、波形でもはっきり違いが出てる。P2 Pro はどちらかというと SV023 っぽい傾向だなぁと思った。どちらも曲の一部での波形ですが、グラフ左のブルーのカーブとグラフ右のピンクのカーブの比較ですね。そう、この辺りの傾向が似ていて、視聴してみて SV023 と P2 Pro が似てるなぁと思ってグラフ見て、やっぱりという結果だった。なるほど。でもあまり張り切って中高域以上に特化しない傾向、愛は結構好きですね。私は普段からルアンを聞いているからちょっと物足りない感あったよ。低域と2から3キロ付近、そして5キロ過ぎの谷を少し EQ で持ち上げてみると文句のつけようがない聞き心地になったね。なるほど。あと超高域はプレイナーらしさが出ていると思った。サファイア振動板の効果も出ているんだろう。ルアンにはない雰囲気が出ていたように思う。 P2 Pro の進化はそれだけじゃありませんよね。もちろん開放型ゆえの圧倒的な開放感だね。聞き比べるとセミオープンのルアンが密閉型のように感じるぐらい印象違うから、スピーカーからの音を聞いているのとはまたちょっと違う感覚なんだけど、とにかく爽快。重い本体をつけている割に耳周りがすっきりした感覚だね。それさえ伝えられれば P2 Pro のレビューは終了って言ってもいいぐらいだよね。そうだね。木製素材、金属加工、職人技による加工技術などシブガの特徴を最大限に生かした珠玉の一品は、聞いてみるとその圧倒的な開放感の虜になることは間違いないんじゃないかな。音質面での微妙な点ってないんですか？ネガティブに捉えられるような要素は自分には見つからないかな。ただルアンのような少し中高域以上が明瞭というか味付けされてるような音から P2 Pro を聞くと少し地味な傾向に感じるんで、 P2 Pro を聞く耳に修正は必要かも。それともともとあまり広がりを重視していないようなアルバムと広がりをしっかり意識したアルバムの差が極端に出る気はする。なんて言ったらいいかごまかしが効かない感じだから、とことん心地よく聴けるものとそうでないものの差が大きいなと思ったね。音源の情報量の多さと精度も大事ってことですね。そんな気がする。細かい音も分離も広がりもプレイナーらしい超高域の表現も確かなものだと思うんで、しっかりした音源を用意して聴きたくなるよね。なんかちょっと構えちゃいますね。でもさ、インピーダンスが32オームじゃん。スマホ近差しでも略称で聞けたよ。聞き方なんて自由なんだから構える必要ないじゃん。ああ、そうね。ただ開放型で音はダダ漏れだから外で使うとしたら要注意ね。確かに家でじっくり聞くのがいいかな。 P2 Pro を最初に聞いた時のインパクトは結構大きかったので、気になる人は検討してみてもいいんじゃないでしょうか。ということでサファイア振動板を平面駆動ドライバーに搭載した開放型モデルシブガ P2 Pro のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。 MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。